こんにちは。今日は日本で手に入るイギリスの商品を試してみました。これから定期的に日本で手に入る海外の商品を試してみたいと思います。今回はイギリスです。この後紹介する商品はカルディや成城石井といった海外の食品を扱うお店で買ったので、よかったら参考にしてみてください。私はイギリスに行ったことがないんですが、イギリスと聞いてイメージするものはアフタヌーンティー、コーギー、雨、シャーロック・ホームズ、ビートルズ、クイーンとか。音楽で挙げたやつは私の母が好きで小さい頃から聞いてきたので印象が強いです。ところでイギリスと呼んでいますが、なぜイギリスと呼ぶようになったのかというと、まず日本が16世紀から貿易をしていたポルトガルの影響です。当時ポルトガルではイギリスをイングレスと呼んでいたらしいです。もう一つはその後にオランダと貿易をするようになって、オランダ語のエングルスという呼び方の影響で江戸時代にエゲレスという呼び方になり、現在はイギリスに変化しました。日本とイギリスの共通点を探したところ、車の左側通行がありました。現在日本では車は左側、歩行者は右側通行となっていますが、もともとは歩行者も左側通行でした。日本が左側通行になった理由は諸説あって、一つ目が武士が刀を左に刺しているので、対面した時に鞘がぶつからないように左側だったという説。二つ目が明治時代に政府がイギリスに倣って左側にしたという説です。また、エスカレーターの片側を開けるという慣習も似ています。最近だと日本ではエスカレーターの事故やトラブル防止のために両側に立ち止まって乗ることが推奨されていますが、未だに片側を開ける人が多い気がします。ちなみにイギリスではエスカレーターの右側に立つそうですが、日本では東京など関東では左側に立ち、大阪など関西だと右側に立つらしいです。それでは今回買ったイギリスの商品を紹介します。まずはこのテトリーです。テトリーオリジナル。スリランカとインド CTC 製法の茶葉を使用した芳醇な風味が楽しめる紅茶で、ミルクティーがおすすめです。これは多分イギリスの中でも普通にスーパーとかで売ってる紅茶なのかな。飲んだことないのでちょっと飲んでみたいと思います。この後お菓子とか紹介するので、それと一緒に飲もうと思います。で、イギリスでなんか美味しい紅茶の入れ方みたいなのがネットに載ってたんですけど、結構めんどくさかったので、普通にお湯を入れて作ろうかなって思います。ちょっと開けてみます。こういう感じなんだ。あんまり日本ではこういう丸いティーバッグの紅茶って見かけないんですけど、こういう五角形のやつか三角の立方体みたいなやつしか見たことないんですけど、じゃあちょっと入れてみたいと思います。ティーカップとティーポットを用意しました。ティーポットって普段あんま使わないんだけど、今回はちゃんとやってみようかなって思います。なんかティーポット普段使わなすぎて、これ入れればいいんだよね。入れて普通にお湯入れればいいんだよね。これ紅茶の入れ方として間違ってたらどうしよう。っていうか違うじゃん。普通に急須と一緒だったらさ、これ蓋閉めて待つんじゃん。しかもここの穴をここに向ける。急須、緑茶の場合はこの穴をここに向けるとちゃんと蒸らせるみたいな話を聞いたことがあるから、紅茶も一緒かな。なんか結構色濃いけど大丈夫かな。で、これなんかミルクティーにするとかも思ったんですけど、この後甘いお菓子を食べるのでストレートで飲みたいと思います。なんか日本の紅茶のパックよりも味が濃いっていうか、なんかすごい香りがちゃんとするような気がします。日本で多分一番有名なイギリスの紅茶のブランドはリプトンなので、あんまりこのテトリーは普通のスーパーに必ず置いてあるっていうわけではないんですよね。ではこれを飲みながら他のものも紹介したいと思います。次はこのウォーカーズのチョコチップクッキー、チョコレートチップショートブレッドです。ウォーカーズチョコチップショートブレッド、バターたっぷりのショートブレッドにチョコチップを散らして焼き上げた商品です。ショートブレッドってなんだ？ショートがサクサクっていう意味で、ブレッドが焼き菓子っていう意味。日本でこれ全部多分普通に日本の人が見たらこれは全部クッキーって言うんですけど、なんか日本ではクッキーとビスケットってどっちも言葉が入ってきちゃってて、クッキーはバターが多いもの、ビスケットはバターがあんまり入ってないものっていう、なんか
そういう分類がされてるっていうのを聞いたことがあります。てかちょっと今普通に開けちゃったんですけど、すごいびっくりしたのが、この切れ目が真ん中ではないか、でもちょっと真ん中寄りについてるのがびっくりしました。結構ガスがボロボロこぼれるんですけど、じゃあ食べます。おいしい。結構口の中の水分を奪われる感じだけど、バターの香りとかチョコレートがすごいガツンときますね。めっちゃこれ紅茶飲みたくなる。なんかすごいアフタヌーンティーってこういうこと？こういう甘いお菓子を食べつつお茶を飲むっていうのが、結構日本も甘い和菓子を食べながら苦い緑茶を飲むっていうのがあるので、なんかそれに似てるなっていう感じが今しました。なんかすごいおばあちゃんが作ってくれたクッキーみたいな、家庭の味みたいな感じがします。でも美味しかったです。次はこのラム&レーズンファッジです。アルティメットイングリッシュラムレーズンファッジ。ヨークシャーの伝統的なレシピによる砂糖、バター、練乳をじっくり煮詰めた手作りのファッジです。ファッジってなんだろう、イギリスの伝統的なお菓子なのかな。あんまり日本では聞かないんですけど、見た感じキャラメルにレーズンが入ってて、ラム&レーズンの味なのかなっていう感じがするんですけど、ちょっと開けてみたいと思います。そういう感じ？一個一個個包装されてると思ったんですけど、なんかガツンというか重いんですけど、どういうお菓子なんだろう。しかも多分これ触った感じキャラメルみたいに柔らかくなくて、飴みたいな感じですね。なんか持ってる感じ、岩を持ってるみたいな感じです。わ、すごい匂いがめっちゃいいです。なんか持った感じ岩っていうか石を持ってる感じ。じゃあ食べます。なんか飴とかキャラメルでもなくて、乾燥させたキャラメルの破片をこう砂状にしたものをめっちゃ固めたみたいな食感がします。味すごい美味しいです。でも結構甘いかも。これ2個とか食べたら血糖値やばいかもしんない。100g あたり429。やばくない？カロリー。でも美味しいので、これ今回はラム&レーズンファッジを買ったんですけど、でももう一つ普通の多分ファッジがあったと思うので、それも今度食べたいなと思います。次はこのカルディで見つけたバタースコーンです。カルディバタースコーン。バターミルク、コーンウォール地方のクロテッドクリームを使用した英国産の本格スコーンです。一応これは多分カルディのお店が販売してるやつで、原産国がイギリスって書いてあるので、イギリスで作ってるのかな。これ冷凍のスコーンなので、なんかオーブンとかで焼いたり、あとは電子レンジで温めても食べられるらしいです。で、これ中にクロテッドクリームが入ってるらしいので、そのまま食べられるっぽいです。せっかくなのでオーブンで焼いていきます。はい、焼いてきました。すごいいい香りがする。中に確かクロテッドクリームが入ってるって書いてあったので、入ってんの？クロテッドクリームを使用したか？使用したって何？いいや、ちょっと今日クロテッドクリームないので、ジャムで食べたいと思います。で、これもなんか有名なジャムらしいので、買ってみたんですけど、チップトリー、スイートチップラズベリージャム。ラズベリーの甘みと程よい酸味を利用して作られたジャム。ラズベリーシードのプチプチとした食感が特徴的です。よく食べるのはいちごジャムとかなので、せっかくなのでラズベリーのジャムを買ってみました。開けます。全然開かないんだけど。なんで？やばい、これ全然開かない。こういう時はなんか瓶の底を叩くといいっていうの。開くじゃん。皆さんも瓶が開かない時は瓶の底を叩いてください。塗りすぎかな。じゃあ食べます。めっちゃ美味しい。スコーンっていうと大体、スタバのスコーンが浮かぶんですけど、あれってチョコレートが入ってるからジャムとかつけないで食べる。私はそうなんですけど、でもこうやってジャムつけてもすごいなんか美味しいです。ここにクロテッドクリームがあったらもっと美味しいのかも。実際クロテッドクリームって日本でそんなにメジャーなものではないので、スーパーとかに必ず置いてるっていうわけではないんですよね。でも手軽に食べられるので冷凍スコーン結構美味しかったです。
じゃあ次は甘いものが続いたので、しょっぱいものも紹介します。バジルクラッカーです。ザ・ファインチーズカンパニーバジルクラッカー。香ばしい香りのバジルが加わり、風味豊かな味わいが楽しめるクラッカーです。クラッカーなんで、トマトとかオリーブオイルとかモッツァレラチーズ、クリームチーズでもいいのかなと一緒に食べると美味しいらしいです。中はこういうもっと5枚ずつとかの包装になってるかと思ったら、結構一気に全部めっちゃ割れてるし、こういう五角形のクラッカーになってます。このまま食べても美味しい。本当にめっちゃバジルの匂いがするし、これトマトとかチーズと一緒に食べたら美味しいけど、モッツァレラチーズは家にないのでクリームチーズでもいいかな。ということで、トマトをオリーブオイルで和えたものとクリームチーズを持ってきました。じゃあまずはクリームチーズから。本当はモッツァレラチーズがいいらしいんだけど、ないんでちょっとこれで代用します。じゃあ食べます。美味しいけど、多分トマト乗せた方がもっと美味しいと思うので、ちょっともう一回トライします。このトマトを乗せる。これが多分一番美味しい感じじゃない？今の食べ方めっちゃ美味しいです。やっぱりトマトとバジルとチーズって、ピザでもそうだけど絶対に合うので、新しいいいものを知れたっていう感じがします。多分リピ買いするかも。今回はイギリスの食品をトライしてみました。どれも美味しかったんですけど、一番美味しかったのはやっぱりこのバジルクラッカーです。すごいちゃんとバジルの香りがするし、クラッカーだけで食べてもすごい美味しかったので、またなくなったら買いたいなって思ってます。あとはテトリーの紅茶のバッグが丸い形をしてるのが結構びっくりしました。日本のティーバッグだと1杯につき1個入れるっていう感じなんですけど、あれは多分濃いので2杯とか入れても全然味がするのでびっくりしました。あと意外にカルディのスコーンが美味しかったです。ちょっとクロテッドクリームが入ってるって勘違いしたので、クロテッドクリームの味がしたかっていうのは感じられなかったんですけど、美味しかったです。またこれから他の国の商品も試していきたいなって思っているので、楽しみにしててください。それでは今日のビデオはここまでです。よかったらチャンネル登録といいねもよろしくお願いします。バイバーイ。